ようこそコツアズ鉄道チャンネルへ。コンスタントに新車を導入し続けている京急の電車。現在は新1000型の新しい形態の車両を増備中で、2023年には1500番台や1700番台と称される新しい形態の車両がお目見えとなっています。鉄道車両というものは機械の一つである以上、老朽化や陳腐化などといった世の流れには逆らえません。また新しいサービスなどを始めるとなったり、増発などを行うために車両が追加で必要になるケースもあるでしょう。そのような場合において新しい車両が登場することとなるのですが、新しい車両はポンと作ってすぐ動かせるわけではないです。実際には都市単位での期間が必要なことも多く、また実車がお目見えになっても試運転などを行う関係もあり、我々一般の乗客が乗るには月単位の時間がかかることもあります。ところで、一般の乗客が新車に乗れるようになるまで、どのようなプロセスを経ているのでしょうか。そこで今回は京急の新車について、どのようなプロセスを経て我々一般の乗客が乗れるようになるのか、普通に見れる範囲内で追っていきましょう。それでは、本編へどうぞ。京急の電車の生まれは？まずは京急の電車がどこで作られているのかですが、現在は2社の手によって作られることが基本です。一つは神奈川県横浜市金沢区の京急線金沢八景駅近くにある総合車両製作所の横浜事業所、旧東急車両製造横浜製作所。もう一つは兵庫県神戸市兵庫区の JR 神戸線兵庫駅近くにある川崎重工業の車両カンパニーから分離された関連会社川崎車両の兵庫工場です。現在はこの2社の工場においてステンレスを車体の主部材として作られており、ステンレスの車体に赤い塗装を施した電車を京急は導入しています。また電装品は主に三菱電機、東洋電機製造、東芝インフラシステムズが納入しており、基本的に電装品まで全て組み付けた完成車とした上で京急へ納入されることとなります。川崎車両製の電車を関東へ運ぶ。ところで川崎車両製の京急の電車は遠く離れた兵庫県で製造しており、川崎車両で作られた京急の電車はまず関東まで持ってこないといけません。これは JR の線路を公主輸送という形態の JR 貨物が運転する貨物列車として2日間程度かけて持ってくることとなります。まずはこれを見ていくことにしましょう。川崎車両で作られた京急の電車は機関車に牽引されて走行し、まずすぐそばの和田岬線を通って兵庫駅和田岬線ホームの近くにある側線へ運び込まれます。ここで1回機関車は切り離されて逆側に連結されます。そしてそのまま逆方向に出発し JR 神戸線を姫路方面へ進んでいきます。高取駅の近くにある神戸貨物ターミナル駅がまず最初の目的地となります。ここでもう一回機関車を逆側に連結し直し、いざ関東方面へ向けて出発。途中の吹田貨物ターミナル駅でこれまで引っ張ってきたディーゼル機関車から電気機関車に牽引機を変更した上で東海道線をひたすら登っていきます。
ところで京急と JR とでは線路の幅が異なりますが、 JR の線路を走る際はどうしているのでしょうか。この時京急の電車は JR の線路を走ることができる仮台車と呼ばれる輸送用の台車に履き替えて輸送されています。また京急の場合は先頭車を中間に来るように蘇生して運ばれるケースがほとんどで、これは機関車から発生する汚れが付着しないようにするための措置です。一晩かけて関西から関東まで運ばれ、列車としての最終目的地である新鶴見信号場までラストスパート。新川崎駅近くの新鶴見信号場まで輸送されて、電気機関車の出番は終了となります。ディーゼル機関車に再度バトンタッチして向きを変えて、ここからは高島線という線路を走行します。高島線を桜木町まで走り抜けたら根岸線、そして横須賀線を経由。公私輸送としての完全な最終目的地となる逗子まではあと少しの道のりです。逗子まで行った後は神武寺駅近くの側線に入り、そこでしばらく留置されます。この後深夜に総合車両製作所が保有する牽引車に引かれて、京急逗子線内を仮台車のまま牽引されて3線機上の狭い方のレールを走行し、総合車両製作所横浜事業所へ取り込まれて輸送は終了です。京急の線路へ足を入れる。川崎車両で作られた京急の電車は総合車両製作所横浜事業所へ取り込まれ、ここで正規の編成への組み直しや本来の台車への交換を行います。また総合車両製作所横浜事業所で作られた電車も含め、京急への引き渡しが完了した電車は順次出場していきます。総合車両製作所横浜事業所を出場する京急の電車は直接つながっている京急の線路へ足を運ぶことになります。朝のラッシュが終わって一段落したとある時、総合車両製作所横浜事業所から金沢八景駅4番線へ足を入れる。これが京急の電車が初めて自分の路線に足を入れる瞬間です。その後金沢文庫まで一旦折り返して走行し、金沢文庫から折り返し久里浜へ向けて走り、久里浜工場へ取り込まれて終了となります。
なお新型のインバータを採用するなど本線上で信号通信などの動作に問題ないことが確認できていない車両は終電後の深夜に低速で走行して久里浜工場へ取り込まれます。この時は金沢八景駅4番線へ到着した後、浦賀方にある渡り線を使って金沢八景駅構内で折り返して久里浜工場へと向かうことになります。この後久里浜工場内で調整、機材積み込み、また塗装など後処理が残っている場合はそれを工場内で実施し、工場内で試装をした後に次のフェーズへ移ります。本線上で試運転。久里浜工場で諸々の整備を終えた後、営業運転に入る前に本線上で何回か試運転を行います。この時実施される試運転は主に3種類あり、3日間程度に分けてこのメニューを消化しますが、場合によっては一部のメニューを複数回実施することもございます。まず最初の試運転は、夜間に久里浜工場から品川まで登って、そのまま折り返し文庫まで行く経路の試運転です。試運転で都心部へ入線するのは大体この時のみであり、それに関連したデータ取りがメインの目的なのではと思います。次に神奈川新町と京急川崎の間を高速走行しながら数回往復する試運転です。かつては品川まで行った日の夜間にこの試運転が実施されていましたが、現在はその試運転の後に行うケースがほとんどです。長らく夜間高速試運転と呼ばれてきた試運転で、その名の通り夜間に高速で走る試運転となっていました。主に高速走行時のデータ取りや高速走行時からの急減速を実施した際のデータ取りをしている試運転と思われ、高速走行をする機会が多い京急らしい試運転と言えるでしょう。なお最近のダイヤ改正で夜間ではなく日中に行うように変わっているようで、今後は日中にこの試運転が実施されるものと思われます。最後に午前中に金沢文庫から先、三浦半島方面へ南下する試運転です。これは以前品川まで行く試運転と同じ試運転に含まれていたのですが、その試運転が夜間に実施するようになった際、分離されて実施されるようになったものです。三崎口まで行くことが特徴の試運転であり、今は知りませんが勾配軌道試験あたりについてもこの試運転のメニューの主な内容としてあるのではと思います。
ちなみに京急のウェブサイトなどで掲載される広報写真については、近年は多くの場合この試運転の最中に三崎口駅近隣で撮影された写真となっています。こうしたさまざまな試験を経て問題がないことを確認することができると、新型車両に私たち一般乗客が乗ることができるようになるのです。いかがだったでしょうか。今回は京急の新車という観点に焦点を当てて、我々が姿を見れるようになってからどのようなプロセスを経て一般乗客が乗れるようになるのかを見ていきました。こういった試運転や継続的な新車の投入はとても大切な事柄で、安全運行を遂行するためにも必須の事柄となります。そして私たちが安心して鉄道に乗れることについて、鉄道に携わる数多くの技術者さんや乗務員さん、汚染員さんなど鉄道マンの皆様のおかげであることを常々忘れてはなりません。どのようなプロセスを経て乗客として乗れるのかという観点からこの動画をご覧いただくことによって、こういった鉄道に携わる鉄道マンの皆様に対して改めて感謝をしながら乗っていきたいものですね。なお近年試運転列車が走る際などを中心としてマナーのなっていないクソみたいな輩どもが危険な行為に及んで撮影するなどといった事象が相次いでおります。中には罵声が飛び交う光景もあり、京急線においては以前はそんなことなかったのですが、ここ近年急激に増えていると評さざるを得ない状況です。このような行為は安全運行に支障が出ることとなり、鉄道会社や鉄道従業員だけでなくその他の乗客にとっても非常に迷惑な行為であるとともに、他の鉄道趣味者に対しても非常に迷惑な行為となります。試運転列車に限らず鉄道を撮影される際は周囲や鉄道会社の迷惑にならないよう今一度注意を払いながら慎んで楽しむよう心がけましょう。ウプ主も常々感謝を忘れず細心の注意を払いながら楽しんでいきたい次第でございます。この動画が良かった、参考になったと思った方は是非評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、是非よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。